皆様こんにちは。今日も対談のお時間になっております。今日のスペシャルゲストは近現代史研究家林千勝さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。舌噛みそうでしたね。ちょっとね、近現代史テイク2なんですけどね、近現代史研究家ちょっと滑舌が悪くて難しい。初めて言いました。近現代史。いや、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。世界の権力者、近現代史の歴史、すべて凌駕してるっていうかとね言っていただいてありがとうございます。本当に知らないことはないんじゃないかっていうぐらいね。いやそもそも子供の頃この世はおかしいと思い出したんです。矛盾だらけでおかしいっていうことを小学校の頃思い出して、でもなぜかわからない、筋が通ってないわけね、学校の先生には反抗時でねいろいろ質問するけどまともな答えが返ってこないと。で解決しないでそういうことを十数年かな。今の教育制度じゃわかんないでしょ、今のマスメディア見ててもわかんないでしょ。答えがわかんないでしょ、帳汁に従って一つのこの謎の糸口はもしかして歴史にあるんじゃないかと。特に先の大戦というか第二次大戦というかね、そこにあるんじゃないかというふうな気づきがあって、で自分で大元に当たらなきゃいけないと思って、防衛研究所に通い出したんですよ。そこでいろんな資料を当たった。そこに何か鍵があるんじゃないかと、でそこでですね聞いたこともない固有名詞にある日打ち当たったんです、秋丸機関って書いたんです。いきなりちょっと難しい言葉。チャット GPT に聞いても分かんないんですよ、出てこないよ。出てこないですよ。私が知ってる情報では出てこないです。いろんな一級の資料にも出てこない、歴史書にも出てこないのに、防衛研究所の日米戦争大東亜戦争日本の参戦前の非常に重要な部分に秋丸機関って4文字漢字でこれが出てきたわけね。簡単に言うと秋丸機関っていうのが日本が連合国側にね、こうすれば勝てるという研究をやった機関であった。その秋丸機関の研究に基づいた戦略で日本は開戦したっていうのが実は史実だったのね。それが分かった。どういうことかっていうと、日本は軍国主義で暴走したってアメリカで習うんでしょ教育で。そうですね。僕が YouTube とか見てても、もう本当全てのコメントにナチスよりやばかったみたいな、よくそういうことわざじゃないですけどあるんですよ。今の日本でもそうだよね。マスコミも教科書もそういうような論調ですよね。ところがそれが全く間違いだったってことが分かった。結局世の中で言われてることが 100% と言ってもいいし 99% と言ってもいいんだけど全部嘘だということに目を開かされるきっかけになったのね。我々習ってることはもう全部っていうかほぼデタラメで、簡単に言っちゃうと、ドイツを挟み込んでソ連を撃つというのが一つの勝ちパターンで、連合国もそれを恐れてたのね。それを近衛文麿近衛内閣っていうのが北へ進むのを潰して無理やり南進させたと。それは海軍の長野治美っていう人と一緒にね、近衛内閣が日本を潰そうと思って大日本帝国を潰そうとして勝ちパターンの北へ行くのを潰して南へ行ったと。それはなぜ潰そうと思ったんですかね。近衛さんは自分がこの国を牛耳りたかったんですね。この国を、で大日本帝国っていうのは昭和天皇をいただいた国ですよね、藤原家なんですよ、近衛文麿って、藤原文麿にとってそういうことか。明治日本大日本帝国憲法の日本っていうのは自分が潰して藤原文麿が治める時代に変えなきゃいけない対象だったんだよ。すごいっすね。で公家っていうのは軍事力ないから昔は平家と源氏をうまく操ったりなんかしましたよね。近衛文麿の考えたことはいきなり言っちゃいますが、例えばアメリカ軍を使って大日本帝国をぶっ潰そう。ぶっ潰して、一旦ね。そう。それでアメリカが進駐してきたらマッカーサーもあんまり勉強してないから近衛文麿こそねコスモポリタンだと。で戦後の日本を頼むって言わしめたの。なるほどね、あの戦争をある意味利用して自分がその牛耳るためにアメリカも利用して、ただ結果的には大日本帝国を滅亡させましたよね。結局ね成功した。でマッカーサーに日本国憲法を作ってくれとか言わしめたの。ところがですねあの戦争はもう一つ大きな要因があって、ウォール街グローバリズム勢力この辺からやばくなってくるから、やばくなりますね。日本をぶっ潰すための戦争だったの。そもそもねより大きな枠組みで、近衛のやろうとしたこととウォール街がやろうとした大きな野望と一致してたわけ。近衛さんはそのウォール街の分かりやすい言葉で国際研究資本家たちですよね、その目的は知ってたんですか。知ってたと思う。あ、知ってたんだ。近衛はそのウォール街の野望を逆に利用しようとしたんだけど。逆に、近衛はね。で日本を一旦潰して、そうでアメリカ軍が進駐してきたマッカーサーと握って、新生日本っていうのは藤原文麿が牛耳るとっていうのを作ろうとしたけど、だけどもう超結論言っちゃうね、本当これ10時間後に喋ろうと思ったんだけど10時間後超結論から言うとウォール街グローバリズム勢力は育てて利用しようと思ったけど育ちすぎて生意気になって日本をぶっ潰すのが目的だったわけで、戦後日本の経営はね馬車馬のように日本人を働かせて経済成長させて自分たちまた儲けると、本来の日本の軍事力を持たせずねという路線で、それをうまくやるために象徴天皇を置こうと初めからね。ででも天皇をぶっ潰そうとしたのは近衛文麿でしょ。そうですよね。近衛文麿は昭和天皇に戦争責任を押し付けて、近衛文麿は昭和天皇に戦争中ね船に乗って戦死してくれって言ってんだよ。そのくらいの人なの。
やばい人なので、戦争責任を全部昭和天皇に押し付けようとしたっけ。それはねウォール街のシナリオと違うんですよ。そうですよね、逆にだって天皇さえも利用して。そうそれから近衛文麿はね知りすぎてるからね、例えばウォール街の傘下に共産主義者がいて、でその共産主義者とそれからウォール街直の人間たちを自分の内閣のスタッフにしたわけで、日本を戦争へと向かわせたわけ。全部分かっててやって、そうで下手に近衛文麿戦犯にして東京裁判に出したら全部喋っちゃうでしょ、そういう意味でも困るし、それからそもそも昭和天皇と敵対してたしね、だからグローバリズム勢力は近衛を殺したんだと。昭和20年の12月16日だったかな。近衛さんって一応ってことになってますね。そうこれタイトル見て近衛はなのではないやられたんです、と思うよ。ということを僕はね詳細に現場検証等もしていっぱいある証言をおのおの全部矛盾してるし、杉並区の荻窪にある敵外荘って屋敷で死んだんだけど、そこも行って実際に行ってね調べて、強い大物を利用したけど結局切られるみたいな、ちょっとヤクザじゃないですけど、近衛文麿としてはね藤原家でしょ、1000年以上かな。そうですよね。で公家でね天皇ご皇統に次いで世界で古い家じゃないかな。だからね近衛文麿藤原文麿にとってはロシア江戸家とかロックフェラー家なんか成り上がりで、逆にね自分の方が多分大きいと思ったんじゃないかな。ちょっと大きくなっちゃったのか、気持ち的に利用できると思ったんじゃないかな。で近衛文麿がやったことは日本をシナ事変の泥沼ね、泥沼に追い込んだのも近衛文麿だしね、日米戦争への路線を引いたのも近衛文麿ね。全部手引いて、彼の一人の思惑っていうか目的で、周りに彼を助ける、彼をそそのかす、彼を監視する役がいて、完全に利用されて、完全にシナリオがあったので、シナ事変の泥沼で、日本は傾いたんですよ、経済的にね。経済的に傾いたところをルーズベルトが石油止めたわけ。なるほどね。だから石油は取りに行かなきゃいけなかった、でここで話をようやく秋丸機関に戻るんだけど、秋丸機関って陸軍が作ったの、昭和14年の暮れに。経済的に物事を見るっていうか、そう陸軍はね、皆さん言われてる、世間で言われてることがもう全然違うっていうことがこれから分かってくると思いますが、日本の帝国陸軍はものすごく合理的だったので、戦争は精神ではないと、戦争は経済だっていう考え方だった。僕たちのイメージにはないですね。逆でしょ。ないです。でなんでそういうイメージ持っちゃったかっていうと、戦後のこれもさっき話しちゃったけどウォーギルトインフォメーションでもあるんだけども、あれだけ後半ボロ負けしてれば普通戦争しないのよ。普通はそうですよね。だけど日本は戦い続けたわけ、戦争は第一次世界大戦をすごくよく研究したの、日本の陸軍は。戦争は経済だった、つまり戦争は工業生産力だっていう見方をして、戦争イコール経済を考えた上で打開策があるかっていうことを研究したのが秋丸機関で、研究結果はどうかっていうと、当時ねアメリカと戦争しようって誰も指導部は思ってなかったの。アメリカとね、やっても負けるだろうと。そうで秋丸機関はそういう前提で南石油を取りに行ったらイギリスとぶつかるけども、秋丸機関の偉いとこは全連合艦隊、日本の海軍インド洋を制覇すると。そうするとイギリスは物資が干上がっちゃうと。大西洋上ではナチスドイツがね U ボートっていう潜水艦でアメリカからの支援を沈めるだろうしね、という大作戦を描いてて、基本的にアメリカとは戦わないっていうそもそもね想定ね。でその研究に基づいて陸軍が中心になったけど、陸軍と海軍で合意した作戦があって、南に石油取りに行く時、そうは言ってもフィリピンが真ん中にあるじゃない、だからフィリピンは占領しなきゃ、抑えなきゃいけないよね、日本としてね。とフィリピンは当時アメリカの自治領的な位置づけだったのね。だからその分アメリカとぶつかる可能性があるんだけども、フィリピンは日本を占領しても、一旦占領してもすぐアメリカに返すと。で親米政権があったんだけど、自治領のね、それもそのままにしてアメリカに返すと。そうするとアメリカはね、これはご存知だと思うけど、第一次世界大戦の反省ね、全部つながってんの、これウィルソン大統領ね、でウィルソン大統領を操ったのがこのウォール街のグローバリズム勢力の代理人と言われてるハウス大佐なの。出ました、ハウス大佐なのね。アメリカ国民はこの人たちに騙されて第一次大戦に参戦しちゃったけど、ええことなかったと、若い人たちが死んだだけでね。ということでもう絶対に戦争しないっていうのは議会もアメリカ国民も合意事項だったので、どうもルーズベルトがドイツや日本との戦争を煽ってるけどね、絶対言うこと聞かないと。結構みんな当時はね、反戦運動すごかったじゃないですか。もう反戦で固まってた、ね、だから極東のね、なんかわけのわかんないフィリピンなんてとこ日本が一旦占領したらしいけどすぐ帰ってくるってことであれば、世界大戦参戦するリスクっていうかね、そんな危険なんか絶対そんなことで犯さないっていうのは、アメリカ議会はアメリカ国民に合意したことだから、結局だから南に石油を取りに行って大英帝国インド洋を制覇して封鎖陥落すれば、このシナリオの第二次世界大戦は日本勝つわけ。おそらく勝ってた。勝つと。地政学的常識を働かせれば、普通に考えたら今回の戦争は日本とか枢軸が勝つ戦争なの、シナリオ通りやったら。そしたら歴史変わってるじゃないですか。そうだから前提はアメリカは参戦しないってことなの。ウォール街としてはそれを壊さなきゃいけないわけ。絶対に参戦しないアメリカを参戦させる仕掛けが違ったいやそれもそうなんじゃないですか。いやその仕掛けが中東戦争今のハマス違った
それが磯ちゃんなわけよ。山本磯ちゃんなわけ。なんであそこで行ったと。今の考え方もみんな共有してるから、山本連合艦隊司令長官の大勢いる部下たちもみんな真珠湾攻撃反対だったし、アメリカを怒らせるだけでしょ、参戦させる口実を与えるだけでしょ。そんだけ負けレースじゃないですけど、はっきり分かってるのに行くしかないあれだったんですか、体制だったんですか。まあ組織だから、軍隊だから、トップが絶対やるぞっていうのには逆らえないっていうか、どこまでやったかっていうと、山本長官はみんな反対するから、幹部甲板に並べて、俺やりたいんだと、反対のやつは今から出てけとかやるわけよ。そしたらみんな降りていけないよね。で、俺には信念があると言って、で山本長官の信念というのは、真珠湾攻撃1年前に海軍大臣手紙が書いてて、それが残ってんだけど、いきなりハワイを攻撃したらもうアメリカビビっちゃって戦意喪失して日本が勝つっていうふうに思ってる。言ってんの、書いてる。手紙にはそう書いてあるけど、深く考えたら勝てないっていうのは分かってきたみたいね。分かってたんですか。分かってきたみたいね、さすがに。どっちかって博打好き、派手好きで、女好きでもあるんだけど、でアメリカハーバード大学留学ですよ。そうですよね、どっかから注入されたかもしれないし、なんかちょっと反骨精神みたいなのも強くないですか。かもしれないね。で大きな戦略がないんですよ。グローバルに考えて数十国が勝つにはなんて考えないわけ。パワープレイ、軍令部のまともなスタッフたちとか、海軍省のね中枢にいる人たちもみんな反対だから、で政府も反対だし、当然陸軍も反対だしね。そもそもね、あんな遠いとこね、敵に察知されずに行けないんだよ、大艦隊で。ルーズベルトたち知っててね、わざと来させたと、安全に日本の艦隊を。彼らも全部理解してて招き入れて、そういう研究があって、その常識的でしょ、反対でしょ、当たり前の反対なんだけど、当たり前ですね。秋丸機関が作ったまともな研究をベースに、そしてさっき言った陸軍と海軍がいろんな議論をして戦争戦略要項と作ったんだけど、それに基づいて大本営政府連絡会議が昭和16年11月15日に決定したのね。開戦の直前だよね、12月8日の開戦だから。日本がそこで決定した正式な国家戦略はアメリカと戦争しない。で真珠湾奇襲なんかせずにフィリピンを一旦取るから、日本は極東で迎え撃つと、アメリカの海軍をね、マリアナあたりでね、わざわざ自分たちから行かないでフィリピンは返すと。対アメリカ、その日本の戦争戦略の対アメリカは総力戦じゃなくて思想戦だっての。思想戦、つまりアメリカの議会も国民ももともと戦争をやる気ないでしょ、絶対反対でしょ。アメリカ国民よとアメリカ議会よと、ルーズベルト政権に騙されるなと、ウォール街に騙されるなというプロパガンダを日本からしようと。そんなこと逆にしようとしたんですか。それが国家戦略思想戦で、日本そんなことするんですか。これがだってね、書いたんだ、この国家戦略に活字で。あまりイメージないです。だから消されてんですよ。かなりの頭脳プレーを当時はしてた。優秀ね、めちゃくちゃ優秀ですね、だから同じレベルで戦ったんですよ、日本の頭脳で。それだと困るわけ、彼ら。そうですよね、オール街たち。じゃあ途中までは、途中までっていうか本当最後の最後のところまではある意味日本はうまくやってたってことです。うまくやってたし、定石通りやってたね。ですよね。定石通りやれば勝ってたね。ただ最後の最後でそこある意味騙されたことによって全部オセロのようにひっくり返されて、真珠湾攻撃で、要するに今言った1時間の話をまとめると、理屈の理にかなってるかなってない理、理の世界では日本は負けないし、理の世界では真珠攻撃がなかった、だけど空気ですよ。空気で日本は日米戦争に突入したと。たったそれだけで、80年前のあの戦争は陸軍が空気でね暴走した。逆っすね、違うんだよ。陸軍は理の世界だった。海軍が空気で暴走したの。ちょっとそっちの話になっちゃったの聞きたかったんですけど、僕毎回海外でこういった第二次世界大戦中の学ぶと、日本が野蛮だったっていうのをいっぱい見かけるんですよ。それこそ南京もそうですけど、フィリピンも大虐殺って言われてるじゃないですか。そこら辺の事実ってどう見てるんですかね、林さん的には。まず南京大虐殺はほぼ研究資料的にも出てる。じゃあそもそも分解していくと、結局共産主義とか国際金融資本家たちって言ってるじゃないですか、よく陰謀論って言われちゃうような、林さんはこの陰謀論を事実に変える力があるとお聞きしてるのでというかね、陰謀論を語ってる気は全くないんだよね。ないですよね、そもそもこの世界の権力者構造みたいなのをちょっと分かりやすくみんなに見せたいなと思って。陰謀と言わずにですね、私は策謀と言ってますね。策謀、そうっすか。そっか、いろんな言い方あるんだけどね、結局日米戦争の仕掛け人はロックフェラー。出ましたね。日米戦争を策謀したのは誰だで、サブタイトルにロックフェラー、ルーズベルト、コネヒマル、そしてフーバーってサブタイトルなんだけど、分かりやすく言うと、今のこの国際金融資本家たち、ロックフェラー、ロスチャイルドたちはもうグローバリズム勢力、彼らは何が一番の目的なんですか。大きな歴史から流れから言うと、今ので言うと大日本帝国は叩き潰して、そうですね、日本に関しては占領下に置くと。結局彼らは占領することが目的ってことですかね、その世界各地を。そもそものそのニューワールドオーダー的な大きな話ですね。それはニューワールドオーダーを作るってことだね。世界統一政府、世界政府、そういうことにつながりますね。今のこれね、人物全部出てるから。ちょっとこれ出していいんですか。出してよ。編集で出していいですか。いいよ。これがだから全部あれですよ。204ページ、さっき言った太平洋議会、太平洋問題調査会出席メンバー、ここに星印。
一番端的なのはこのハウス大佐が企画したことから始まるんだけども、ロスチャイルドの代理人、実践この人が構築し始めたんだけどね。あ、そうなんですか。アメリカという国をウィルソン大統領使って傘下に完全に置くってことで、FRB っていう連邦準備制度を作ったりね、それから第一次世界大戦にアメリカを参戦させたりとか、それから国際連盟を作ったと、要するに資本主義ですよ。マネー主義。より儲けるには突き詰めると新世界秩序で各国を自分たちの傘下に置くってことですね。そしてその次の段階は国をなくす、国をなくす、民族をなくす、歴史をなくす。それはなんでそれを行いたいんですか。例えばマルクスもカール・マルクスも言ってるんだけど、はい、カール・マルクスは簡単に言うと共産党宣言でゆくゆく資本主義が発展し国がなくなるって書いたんだよ。共産党宣言。そうそう。ロシアイド家のことをイメージしてるわけ。この本に書いたんだけど、カール・マルクスってロシアイド一族なんですよ。もうちょっと具体的に言うとロシアイドの一代目がいるでしょ、その人がドイツのフランクフルトで金貸しで大きくなったんだけど、ドイツだけじゃなくて子供たちをヨーロッパ中に派遣したわけです。そうですね、5人の子供たち、5人の子供たちね、それぞれパリとかウィーンとかナポリとか、フランクフルトとかで、三男を男の子なんだけどね、ネイさんってネイさんですよね、一番活躍したネイさんでしたっけ。いやそうじゃなくて三男で男の子なんだけどネイさんってそういうことかすいません、僕ねネイセンってねちゃんと英語的に見ちゃったから全然日本語でそういうことですよね。寂しい思いがすいませんすいません、姉さんそういうことですよ。どっちやろうと思って姉さんが単身ロンドンに行ったんです。そこからビジネスを始めて大きくしていくんだけど、一人で無理でしょ。無理ですね。ですでにユダヤの大富豪いたわけ。それは公園家って言って大英帝国の繊維ビジネスを仕切ってたわけ。貿易含めてね、で当時繊維製品綿製品は主力製品だったんです、ワールドトレードのね、そこを仕切ってたのは公園一族って言って、そこの婿さんになったの。その公園一族全体でその繊維ビジネスを やってて、ネイサン・ロスシャイルドの嫁さんのいとこかながマルクスのおばあさんだっけ。おー、そこで繋がっていくんですね、でマルクスのおじいさんおばあさんも繊維ビジネスに携わってたから、ロスシャイルド公園一族で一体なの。そこの優秀なすぐお孫さんがマルクスなんだ、カール・マルクス。公園ロスシャイルド一族とも言えるし、ロスシャイルド一族ある意味じゃあこの世界を牛耳るためのそのシステムはもうそこでもう構築できちゃったってことなんですか。そこからまあ始まってる、始まったってことですよね、という見方はできるね。それからロックフェラー家が勃興してくるよね、石油が出てね。そうですね。そのロスシャイルドがロックフェラーの勃興期に支援したとも言われてて、よく言うのは公営がロスシャイルド、全営がロックフェラーで、そんなイメージはあります。あるよね、アメリカを牛耳り、そして世界を牛耳ってる、そういう歴史はある。所有関係はあるけど、あんまり自ら表に出て動いてないね。ぴょんぴょん飛び跳ねて目立つのがビル・ゲイツとかね。ああ、確かに。ビル・ゲイツでは公衆衛生の分野でロックフェラーからかなり引き継いだと言われてて、21世紀に入ってから。ダボスのなんとかシュワブとかね、今目立ってるのね。クラウス・シュワブとかね、ソロスとか目立ってるとかね。目立ってます、結局ね、そのニューワールドオーダーを目指してるトップ層っていうのは、ディープステートと言われますね。闇の政府と言われてて、これはネットワーク、金融とか産業とか政府とかネットワークと言われて、そういう層がやっぱりもうできてると思うね。で利害が一致してて、そこでやっぱりナショナリズムはいらない。例えば国っていうものはしっかりしてて、国ごとの利益があるとすれば、国益があるとすれば貿易障壁作るじゃん、関税とか、それは邪魔なんだ、邪魔ですね。簡単に言うとね。で伝統とか邪魔だしね、労働力も安いのはだんだん来ればいいから、それは移民でいいわけであって、どんどんそうなっていくわけね。壁を撤廃して。利害関係一致してんだよ、グローバル企業もウォール街もなんとか一族の株主たちも。金儲けを主軸に置くと、そういったものが邪魔になって、それで戦争ビジネスも公衆衛生もビジネスだから、そういう意味でネオコンも一致してるしね。で戦争にかこつけてナショナリズムをぶつぶつって考え方が出てくるしね。一致してる層がもう確立したってことはね、長い年月もある。でその層が80億の人間を従順な世界市民にすると。で80億はいわゆる大衆消費者であると同時に勤労者ね、ホワイトからブルーカラーで、時代が変わったっていうのは、昔は植民地支配といえばほぼ奴隷状態なんだけど、より儲けるには80億全部勤労者で消費者で従順な世界市民になってもらえればいいわけだ。で80億多ければ減らせばいいわけで。減らせばいいわけ。そうね、ざっくり言うとね、今200年の流れを 10分ぐらいで言ったけど、なんかちょっと気になったら一つ聞いてですね、そこに宗教って絡んでくるんですか。宗教はいらないだろうね。いらないんだ、宗教もナショナリズムですよね。元をたどるとそこに繋がったりするじゃないですか。ユダヤ教はやっぱり特別な位置にあると思うね。ありますよね、でイスラエルで言えばいわゆるグローバリズムのナショナリズムの対象になってないよね。で伝統的にユダヤ教徒ものすごく多いしね。多いですよね。先進国の中で圧倒的に
に子供の出産が多くて子育てが盛んで3世代同居で伝統的家族のあり方が一番維持されてるのはイスラエルで、結局だからそこどうなってくるんですか？でも宗教的にはまあユダヤ教だけになるっていう方向感は目指されてるかもしれないね。からの思惑でそこは実はね200年の歴史でそういう方向感を歩んできたし、はい、今の政権で見るバイデン政権もそうだし岸田政権もそれに追随してるわけだけど、そうでない流れも近年強くなってて、例えばロシアのプーチンもそうだし、ロシアのプーチンの立場はそれでいうとどこに入るんですか？打倒ニューワールドオーダー。あ、やっぱ彼はそうなんですね、でトランプもそういう立ち位置、そうまさにもう分かりやすく、ロバート・ケネディ・ジュニアもそういう立ち位置です。ロバート・ケネディ・ジュニアなんてもうあからさまでね一番主張してる人じゃないですか。そもそも独立がイギリスからの独立だったわけで、それに支配されながらまたそれにあがなっていくっていうのはアメリカの歴史だったんです。ずっとトランプが突然出てきたわけじゃなくて、アメリカのざっくり言うと半分ぐらいは反グローバリズムなんです。常にそういったあるの、そこにトランプは乗っかって強化してるわけだけど、で欧米でも目覚めた人が多くて、今言われてるのはざっくり国によって違うんだけどね、4割5割は反グローバリズムって言われてる。だからそんなに多いんですね。そうです。でここのとこまた増えてるしね、どんどん増えてる気がしますね。ウクライナ戦争の泥沼真実が分かっちゃってきて、お前ら買いにしすぎだろうとアメリカがねだけども日本はそういう意味で目覚めたのは多分まだ 1% だと。そうだよね、例えばトランプが大統領に当選したら来年の話ですか、WHO から脱退する可能性があるんだよアメリカ。もう一度トランプ政権の時脱退を申請してるんで、言ってましたよね。でバイデンがまた戻したんだけど日本は WHO の優等生になる可能性があるあ、日本は逆にね、これねパンデミック条約、あれ来年でしたっけ、ものすごい議論されてて、2021年からもうスケジューリングされてて、パンデミック条約とそれから国際保健規則っていうのの改定に向けてどんどん進んでるわけ。これ知らないでしょ？詳しくは知らないですね、報道されてないからね、それが来年の5月に総会で決まるし、これは欧米ではね、ロバート・ケネディ・ジュニアもはっきり言ってて、国家主権の否定であり個人の基本的人権の否定であり、パンデミックにかこつけて世界統治を WHO でやろうとしようとしてるっていう、気づいてる国は多いんですよ、日本以外はね。これおそらくそのまま通ってしまったら、この後またパンデミックみたいなことが起きて、強制的にワクチンでありロックダウンであり、ワクチンパスポート全部デジタル健康証明書持たされて、それ仕組んでるってことですよね、という懸念があるわけね。だけど密室で行われてて、で例えば日本の厚労省や外務省もオープンにしてないし、彼らはそれ知らないんですか？それともそんなこと気にしてないっていうか、そこはね微妙で、国家主権は侵されないようにそういう立場を取ってますよというふうに聞けば言うんだけどね。言うんすね。だけども気をつけなきゃいけないのは、仮に日本の役員の方が善意だとしてもね、日本の政治というのはこの間の LGBTQ 法案の件を見ても、日本の政治自体がコントロールされてるようだから、各役人の方々の善意を超えた力学で動いてるわけだからまあそうっすよね。でアメリカ自体は例えばトランプが大統領になったら WHO から脱退する可能性があるんだけど、日本こそグローバリズム勢力にとって一番美味しい国になる可能性がある。そういうことだよね、今そういう状況なので、とにかくこの継承を直樹ちゃんじゃない直樹マンと一緒に何でもいいです、直樹ちゃんでもいいですけど、ガランガランガランと鳴らしたかった。こういうことの積み重ねで、実はこうなんだってことを確証を持って語り、そして知ってもらうってことを積み上げていかないと現代の話までならないと思う。ちゃんとこういった歴史をちゃんと知らないと知ることによって、なんかそもそもそのアイデンティティ的な部分で、日本人ってどういう性質というか、どういうアイデンティティ本来戦前の時代持ってたんだろうって、まあ長い歴史があってね、まあそうですよね。縄文から紐解けば、そのすごく溶き込むっていうかね、それから和というものを大事にしてね、そういった中で融合された日本人っていうのが長い年月をかけてできた、それ調和の世界だしね、それとともにやっぱ愛国心っていうのは非常にアイデンティティというのができてきたね、そして明治大正昭和と迎えるわけだけども、グローバリズム勢力が一番嫌いなね、そこのナショナリズムじゃない、そう歴史とか伝統とか相当強かったってことですかね。じゃあそう家族とかね、夫婦とかね、あるいは地域社会とか集団的な力もすごいしね。でそれを見込んで焼け野原にする前に彼ら側のシンクタンクが結論を出してて、昭和20年の1月かな、東京大空襲とか広島長崎原爆の前だけどね、日本はもう焼け野原になって占領下に置かれる。どうしようかと、シアイド系のシンクタンクがロックフェラー系の太平洋問題調査会の会議に報告書を出して、どういう報告書かっていうと、簡単に言うと石油さえ与えて、でアジアの市場さえ与えれば東南アジアはね、日本人は勤勉だし優秀だし、いち早くね世界の経済大国になるって結論を出してた。2、30年後に、1945年にそういう結論を出してるから、2、30年後っていうと1965年とか1975年になってるよね。そんなピンポイントに彼ら仕組んでたんですか？でそのために天皇象徴性だし、で彼らの意味するところはトップさえ変えちゃえばね、僕が解釈するとトップだけ反日にしちゃえば全部反日そういうことか。で昭和の魂を持ってる人たちがいる間は、たくさんいる間はそうならなかったけど、教育機関も霞が関も反日組織として機能するって彼らの策謀はね、7、80年経って聞いてきてるわけです。なるほどね。もう
全部手のひらで。そうそうそう。でその結論の中の文章でまた驚いたのは、経済大国になると日本がねアメリカ型の工業社会になるってものが書いてて、その通りになりましたよね。なりましたなりました。だけども彼らが危惧を持ってるのは、その2、30年代に日本はそうなるけど再びね、ナショナリズムを復活させていかない。まあそこが一番ね。そうそう。今んとこ復活してないわけですよ。だから彼らはそれが目的で言論と GHQ のウォーギルドインフォメーションプログラムがある意味その罪の意識、日本軍が悪かったんだって、そういう日本軍が悪かった罪の意識を植え付けて、日本軍が悪かったし許した日本国民が悪かったということで、まさに愛国心を全部なくさせて、そこでそう否定するわけだ、全て否定して、でその次に今度は日本人がアイデンティティもなくす。世界中でやってるけどね。今回のだからそれこそ LGBTQ 系もまさに分かりやすくアイデンティティをなくすための、まあそう言えるね。最近のいろんな事象は新しいマルクス主義って言われてるのね。新しい共産主義ってね。つまり歴史とか伝統とか健全な社会をぶつぶすと、して LGBTQ もその一環と言われてて、トランプもそう言ってるからね。今アメリカがマルクス主義に侵される。でそもそもさっき言ったマルクスはグローバルなニューワールドオーダーを展望しつつね、資本主義がぶっ倒れて労働者が革命を起こすというようなロジックを唱えて、そのロジックに基づいて後々ソ連とか中国共産とできてるわけで、結局分割統治の道具に使われてるわけね。ソ連の経済を作ったのはウォール街だから、簡単に言うとそうなんだね。そういう仕掛けなんだけど、それじゃあ中国もそういうことです。そうもちろん。で米ソが例えば核ミサイル向き合ってるうちはみんなそのことで戦々恐々として、そのことで頭いっぱいいっぱいになってます。例えばアメリカで言えば少数が全部を富を握って支配してるっていうところに向かわないじゃない、危機って言えばソ連の方を向くわけじゃない、そういう世界を作ったわけで、局地戦で軍事ビジネスで儲けてね、朝鮮戦争もベトナム戦争もね、だけどそのソ連維持するのに不効率だった。市場経済じゃないし稼がねえんだよ、だから今度稼ぐ共産主義勢力が中国共産だよ。鄧小平だよ。鄧小平以降の中国。だからそれはそういった世界の二極構造、二極支配のためのツールであったんだけど、マルクスの言うプロレタリア革命は起こらないけども文化共産主義っていうのが起こってって、それが今世界を蝕んでるわけであって、それが LGBTQ もそうなんだけど、そのマルクスのプロレタリア革命に代わる理論がフランクフルト学科ってのがあって、ドイツにあったんだけど、そこがね逆さまの世界っていうのを提唱してて、要するに全部逆さまね。だから健全な男女の関係ほど醜いものがないと。例えばね、家族に誇りを持つ子供は精神異常だとかね、愛国心とか自分のそのマインドを高めるとか、それこそ病気だとかね、そういうの全部なくして世界を作ろうと、反抗を煽って子供の親に対する秩序に対する反抗をねプロパガンダされるわけね。でとにかく秩序を全部ぶち壊してるから、我々がこれって顔しかめるようなものこそ素晴らしいという世界を作ろうと。恐ろしいのは、多様性って言葉を否定すると疲れちゃいますもんね。そう差別主義者ってなっちゃう。でそのフランクフルト学科でも多様性こそ大事でね、多様性を尊重しない人はやっぱり精神異常だとかね、なんかこだわりがあるから、こだわりがありすぎるからそうなるんだとか、そういうことか。そのこだわりが精神異常になっちゃってる。そうというのがバックボーンにあるわけですよ。全ての動きのこのフランクフルトが新しい共産主義っていうロジックがアメリカの教育界を席巻して、資本家から潤沢なやっぱり資金が出てて、戦後アメリカの教育界をどんどん席巻していったんですね。だからアメリカのエリート学生、いわゆるエリート学生たちはみんなそういう思想になっちゃってるんだ、今のそのガーファ的な企業ってことですよね。でそのエリートを打破しなきゃアメリカ国民が救われないというふうに声を高らかに叫んでるのがロバート・ケネディ・ジュニアであり、トランプだね。なんかちょっと陰謀論が大好きなリスナーさんたちは、トランプが救世主的な扱いをすることがやっぱ多いんですけど、僕たち日本人からしたらトランプが来年就任したとして他の勢力に比べたらいいはいいってことなんですよね、おそらく。バイデン政権で異常なアメリカを強制してくれると思うね、で国際機関とも戦うと思うし、あるいはウクライナ戦争もプーチンと折り合いをすぐつけると思うね。だから戦争を起きにくい世界にすると思いますが、思い出してください。3年前以前はトランプが大統領だったんですよ。そうですね。で前半期は上院も下院も共和党が多数派だった。でかつロシアの大統領はプーチンで、日本の首相は安倍首相だった。黄金のトリオだった。確かに。この時じゃあ日本は日本を取り戻せたか。取り戻せてないんだよ。全然ですね。で靖国神社にも参拝首相できてないし、で安倍さんは防波堤にはなってくれてはいるんだけども、トランプと安倍さんの時代に何が起こったかっていうと、トランプと安倍さんで日本の防衛産業をメタメタにしたわけ。全部アメリカから購入する形にしたわけね。それからトランプと安倍さんの時代に水道の民営化、水道法の問題とか種子法の問題とか、挙句の果てには貿易協定で日本の農業の未来を真っ暗にしたのはトランプと安倍さんの時代で、歴史を見てると分かるんですが、アメリカ第一主義、アメリカを守ろうとする大統領は公約を果たしますが、グローバリズム勢力がなくなるわけじゃないでしょ。もちろんトランプが次に大統領就任したってグローバリズム勢力がなくなるわけじゃないし、主要なところは引き続き抑えてるわけだから、闘争はますます激しくなるという見方もできると。そっか。だって不正選挙が行われた時だってトランプが現役の大統領だったんだよ。そうですよね。その時はあんな仕掛けができるんだから。
あの時 BLM とかトランプ政権の時でしょ、激しくなったの。そうだわ、襲撃もね、国会議事堂の、おそらくねトランプが大統領になったらアメリカますますもっと激しくなるのと、それからトランプご存知のようにイスラエル支持でしょ、ユダヤグループとも握ってるところがあるから、そうしなきゃ大統領になれないから、そもそもね。その時やったなと思ったのは、アメリカ第一主義ここのとこはやらせてくれと。だけど日本はね、そういうことか、俺らに解放しますからと、俺は安倍君に言っとくからっていうことがあったと思う。ちゃんとそこは搾取するよっていう、あると思う。駆け引きの材料になると思う。面白いね、その見方。次の4年間もそれは可能性ありますよね。それはトランプが大統領になったら環境は今より良くなるから、日本国民が目覚めて立ち上がらなきゃいけない。で目覚めるにはちょっと僭越だけど、やっぱり歴史から入らないと目覚めないよ絶対に。なるほどね、今だってバイデンが極悪だと思ってる日本人ってそんなにいないでしょ。いや、おそらく一般的にニュース見てるような人たちは分かんないんじゃないかな。だからトランプ救世主っていうのはアメリカ第一主義の強いリーダー、あるいは国際関係的にね、例えばロシアとの関係とか戦争を起こさないということではもう素晴らしいリーダーだけど、そのまま日本の救世主という見方はしない方がいいと思う。自分自身が救世主にならなきゃダメだよ、国民一人一人。素晴らしい。そういうつもりじゃなきゃ。なんかその流れで言うと、結局安倍さんが襲撃されちゃったわけじゃないですか。林さん的になんか見解あるんですか？行った目的は何だったのかっていろいろ言われてますけど。見解は2点言うと、最初のね手術をした奈良のね、お医者さんの会見の内容と、その後の警察の発表と全然違うでしょ。違ってて、要するにこっから入ったわけでしょ。で絶対に山上打てないからね。それが1点目ね。もうそれが全てを物語ってるっていうのと、安倍さんは頑張るとこは頑張ったけど、総理大臣っていう役割は、日本の総理大臣っていう役割は占領下におけるグローバル勢力の代理人ですよ。草刈り場の代理人ね。総理大臣である間はしょうがないですよ。総理大臣をやるってことはそういうことだから。そういうことか。で第一次安倍内閣の時は戦後レジームからの脱却って言ってものすごいスローガンですよ。私が今どのぐらいだった ?2 時間ぐらいですね。2時間喋ったことをそのまま言っちゃったようなスローガンだよ。そこでやり込められたんだよね。年金問題とかも火つけられてさ、足引っ張られて、で腸も悪かったでしょ。いやね、あれもうね、心身ともに疲労してね、もうベッドの中で死ぬような思いだったでしょ。で戦後レジームからの脱却ってものすごいスローガンで、世界史上すごいスローガンだったと思うよ。今までこれ語ったことが全部詰まってるようなスローガンだから、国民が理解できなかったんで、洗脳されきっちゃって国民が理解できない、ついていけなかったとそういうこともあった。はあ、なるほどね。メディアも解説しないしね。安倍さん反省したって言ってる自分でね。第一次安倍内閣以降反省したって言ってるね。最終的にでも安倍さんの心は何を考えてたんですかね。いわゆるグローバリズムの代理人を前にそういうことを言って、だから自分は簡単に言うとグローバリズム側に立って蘇ってきましたと言ってるわけだと。で日本で皆さん儲けてくださいと、協力しますって言ったんだけど、その時のでも日本での参議院選挙の全国で作ったポスターには有名な日本を取り戻すってだから言ってることとちょっとね違うんだよ。それがでも総理大臣はしょうがないね。だけども辞めた後本来の志で基づいた発言が多かったね。それであるし、例えばプーチン大統領とかなり実は水面下で脈が通じてたんじゃないかってね、話もあるし、危険人物であったんだね。そうしかも政界でナンバーワンの実力者でしょ。だから邪魔ではあっただろうね。情勢的にはそういう状況だったっていうこと、この2点は言えるね。でだいぶはっきりしました今ので、結構大事なピースを失われたっていうか、日本あるね。ここでも言いたいんだけど、さっきのトランプの話だけども、安倍さんに頼っちゃダメなんだよ。そういうことだよね。あなたが安倍さんにならなきゃいけない、主人公にならなきゃいけないと。私は安倍さんは最も優秀な政治家だと思う。飛び抜けてね。だけど総理大臣になるとそうだ。まあね、ちょっと一瞬話変えていいですか。パンデミックがあったじゃないですか。あれはなぜこのタイミングで行おうと思ったんですかね。20年計画でしたね。20年計画。この20年間いろんな計画の積み上げがあり、シミュレーションが行われ、準備が行われてきたと。要するにですね、疫病を流行らすと、で危機感はありますよっていうことと、それから対策のワクチンね、ビジネスでもあるわけで、両方を通じて全体主義社会を作っていくと。20年前はね、911の時炭疽菌事件ってなって、当時住んでたのでアメリカに封筒とかに入って、俺らめっちゃなんかやばくねみたいな言ってたよね。あれが仕掛けられたものだっていう説が有力にあって、以降その安全保障っていう意味でね、テロ攻撃、生物兵器に対して防御するっていう意味でワクチン開発とかね、もうすでにその20年前からアレルギー感染症研究所の所長になったファウチの元に大量の金が流れるようになって、でそこで思う存分研究ができるようになって、炭疽菌から天然痘とそういう流れができたんだけども、でなかなか大掛かりな事件にできないなっていうところで、今度は目先を変えて疫病がね、例えば中国の奥地から出てくるインフルエンザの機能獲得研究
でものすごく感染しやすいとかね、インフルエンザ、コロナとかね、そっちにどんどん移っていったわけね。機能獲得研究をどんどん進めていって、で同時にワクチン開発もずっとやってて、モデルナとかそういう話になってくるんだけど、それが技術的に出来上がってきたのが2019年。あのタイミングだった。世界的なシミュレーションがこの10年間行われてるんですよ。打つ体制とかね、体制面も全部整ったのが2019年で、偶然に武漢研究所から漏れて、全体の流れが非常に計画的であるということは言えると思いますね。とにかくビジネスであり、それからニューワールドオーダーへの道への前進の大きなプロセスであり、具体的な実験場であり実演場であったのがこの3年間で、あと人口もそれなりに抑えられてね、スペイン風邪の頃からおかしいな人為的なことがやられてたっていう話あるんだけど、スペイン風邪も流行らせるのにね陸軍を使ったとかねあるんだけど、戦後その栄養が改良されたり衛生状態が良くなったから先進国と疫病少なくなっちゃったんだけど、それじゃ困るっていうんでアメリカの役所とか製薬メーカーが一緒になって疫病を開発してたと。それこそエイズとか SARS とか言われてるね。恐ろしいね、そこから続いてきてのパンデミックか。そうだからその流れですもんね、コロナとか多いんだよね、21世紀になってからね。昔に比べて圧倒的にいろんなのが出てきて綺麗になってるはずなのに、海鮮市場じゃなくて武漢でしょうけども、出るべくして出たなっていう感じはあるね。だけども今でも WHO でも何でもあれは動物由来の病気だって言ってるよね。ちょっともう一回じゃあ変えてもいいですか。中東問題の話に入りたいので、この後のでもシナリオって何が間違ってるだからいろんなこと言えるんだけど、次の一手を見てから確実なこと言いたいと思うんだけど、でもやっぱりイランが巻き込まれてくるとかね。イランが巻き込まれたら危ないね。第3次まずいよね。第3次、あるいはその前に石油の問題があるよね、日本にとってね。そうか、中東にほとんど頼っちゃってるもんね。俺もそうこういうこと言うとさ、またほらみんな買いに行ったりしても困るからねそれがちょっとあれなのよ。トイレットペーパーなくなっちゃうんですね。だからそれ言っちゃやっぱりいかんと思うね。あれでも裏で操ってる人物もやっぱ結局ハマスそのものもね、グローバル勢力から金が流れているわけでしょ。対立をそこで起こさせてってことですか。それはあるね。これはもう見ました。北方領土の問題を見ました。林さんの見ました。確か見たかな。北方領土がだからソ連が単独で侵攻して取ったっていうのは間違いだ。アメリカとソ連の共同作戦ですからね。共同作戦だったんです。アメリカも仕掛けてたんですか。そう、アメリカが仕掛けた。ネイバルヒストリカルセンターってアメリカ海軍の歴史センターの資料なの。プロジェクトフラって書いてあって、これ米ソ合同北方領土侵攻作戦、北方領土というか千島列島侵攻作戦、でこれ千島列島の北方領土の写真なんだけど、アラスカに基地があって、そこでソ連の何千人っていう将兵をアメリカ海軍が訓練して、丸々アメリカ製のソ連兵が上陸している。これで選挙した。考えてみるとソ連には海兵隊がなかった。海兵隊の機能をアメリカが付与して教育したんです。でアメリカが主体的にやらなきゃソ連は何もできない。糸を引いてるんですね。そういうこと知らないでしょ、国民。じゃないですね。北方領土問題の見方変わるでしょ、でも今の話はアメリカの関係者多分みんな知ってると思うし、プーチンも知ってると思うし、多分安倍首相も知ってるしなんかちょっと面白いなと思ったのが、以前林さんの動画見てて、そのアメリカが移民の国って思われてるけど実は違うよっつって。違うよ。北欧とか西欧系の人々が移民をして19世紀アメリカを完成させたんだ、一旦。それが古き良きアメリカであって、それをユダヤ系の大資本が入って中枢を握ったと、金融を中心にね。それでメディアとか政治にも出てて、一旦完成した古きアメリカをぶっ壊すという作業を彼らやったわけ。移民を大量の移民をアメリカに入れてね、アメリカはアメリカでなくすると。古き良きアメリカ人側はもはやアメリカは移民の国でないと言ってたんだよ、20世紀始まる頃。だけどもウォール街を中心とした傘下に入ったメディアはアメリカは移民の国だって言ってる。どんどん受け入れていったわけ。それが今に続くいわゆる典型的なキリスト教白人、北欧系西欧系を中心とするの比率がものすごく下がってるわけね。ワスプっていう。そうそう、アメリカはアメリカでなくなった。だから20世紀入ってからワスプ中心のアメリカからそういった大資本中心のアメリカに転換していったわけ、ね。なんかでもある意味ちょっと今の日本がそうなりつつ、だから同じことを世界中でやってるんで。原爆は広島と長崎に落ちたんだけど、もともと20発ぐらい落とす予定だった。そんなに、20発原爆の目的に戦争終結はなかったんですよ。まず日本人に落とすっていうことに決めたのね。日本人に落とす、日本国じゃなくて。うわすごいね。日本が8月14日にポツダム宣言受諾しなければ、その後本土上陸作戦もやるし、本土上陸作戦と同時に原爆を落とす計画だったの。原爆を落として日本を殲滅した後上陸すると計画してたんですか。で月3発。恐ろしい。なんで2発で止まったかっていうと、それは日本が降伏したからね。だから降伏しなければ、戦い続ければ原爆が月3発落ちてた。広島と長崎だけの話じゃないんだね。で明らかにそこには人種差別があった。人種差別。日本人ならいい、日本人がいいってことで落とす対象として。だから人道性っていうのを考慮しなくてよかったんだよ。で単に威力を示すために10発20発っていう対象だった。
その世界線ちょっとやばいですけどね。でも物の見方変わるでしょ。変わりますね。北方領土と原爆の話だけでも変わるでしょ。あとこの2時間の話でも結構、なんかこういろいろな構造分かっていくとね、だけど物が見えないようにさせられてるわけで、日米安全保障条約という虚構ね、虚構の国土を中国人が蹂躙すると今ね国になる可能性はこのままいくとなりますよね。あるね。すごい。何ちゃんっていうのこの人。すごい。ルルちゃんです。ルリちゃん？ルルちゃん？はい。ルルちゃんが何今のタイミング。なんか番宣じゃないですけど。日本ですごい団体が立ち上がったんですよ。あら、なんですか。急になんかちょっと怪しい雰囲気になりましたけど大丈夫ですかね。グローバルな経団連じゃなくてね、ナショナルなね、大和経営者連盟っていうのが立ち上がったの。経営者の方々ね、目覚めてるのよ。目覚めてる人いるんですか。中堅中小の方、社長さんが多いんだけども、力強いですよ。もうぐいぐい引っ張っていくしね。だから日本は明るいね。日本は明るい。直木マンちゃんと、直木マンちゃんとその大痙攣があれば耐えられますか。いやちょっと頑張りたいですね。よろしく。経営者以外も入れるんですよ。了解です。あとこちらね。これいい本。これを読めば何がわかりますか。しっかり書けてるね。今の世界を作るベースがわかりますね。土台の部分が。これベースなしでいろんなことはなかなか実は理解できないと思う。表面で終わっちゃう。基盤となる部分を理解するためには大事だ。もう一つだけいい？もちろん。トランプが大統領選挙でまた不正選挙でね、本当は勝ってんのに落ちたとしたら、アメリカ内戦になる可能性高いです。内戦？これさっき言ったハウス大佐が書いた本なんだけど、このシナリオすごくて、アメリカ国民が今でいうディープステートに不満を持ってて、選挙の不正に怒って内戦革命を起こすシナリオなんです。書かれてるの。でアメリカ国民軍がワシントンに攻め込む。やばい。でアメリカ国民が勝つ。でフィリップ・ドゥルーっていう英雄がいて、彼がアメリカ国民の期待を担って統治者になってアメリカを改革していくんです。グローバリズム勢力の代理人のハウス大佐が、その彼がそれを言ってるわけじゃないですか。アメリカ国民が勝つ内戦革命のシナリオを書いてる。でこれ出版してるの実際に。それはなぜかということはぜひ読んでいただきたい。これでだいぶでもね、多分皆さん世界の構図とか勢力とか、日本人のアイデンティティの部分もだいぶねクリアになったんじゃないかなと思います。よかったです。いやありがとうございました。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。